天気だね。そうだね。うん。何？手使う。手つなぐの？はい。なんかデートみたいだね。そうだね。姫様？ではない。姫ではない。女王様。じゃあかもね。可愛いお店だね。そうだね。可愛いこれ。美味しい？おいしいよ。これ何？ポテト。違う。さつまいもみたいな。さつまいも。美味しい。そうだね。きのこ美味しい。最近キノコにハマってんだよね。ゆうたは超好き。そうそう、ゆうたと私はなんか最近さ、キノコにハマってんだよね。これスイートポテト。おいしい。アボカドもあるよ。食べる？そう。食べる？食べる。普段さ、YouTube も一緒に撮ったりとかさ、2人で家で仕事することが多いから2人で過ごす時間って結構長いけど、でも最近はさ、あんまり時間なかったかもね。ゆっくりご飯食べる。そうだね。よいしょ。食べたね。お腹いっぱい。そうだね。いや改めてさ、もう結婚丸5周年経ったね。早かったね。そうだね。もうね。特に子供が生まれてからさ、もう何年目だとか考える余裕もなく、もう毎日過ぎていったから、思い返すともう5年経ってたんだって感じ。正直。そう。マレーシアにもう住み始めて7年目だし、マレーシアに嫁いでからは5年経つね。そう。で私ね、もうそのさ、マレーシアに嫁いで5年経つんだけど、結構ね、まだマレーシアに生活していてびっくりするマレーシアの文化の違いっていうのがね、あるんだよね。そうだね。そう、今日はね、その5つを皆さんとシェアしたいと思います。はい。早速なんですけどね、1つ目がちょっとね、中華系マレーシア人の方たちのこれは文化になるんですけど、結婚式のさ、披露宴っていうのかな、披露宴のパーティーの招待状に書いてある時間の必ず1時間後に始まること。これなんでなの？意味あるの？特別意味だ。そうなんだ。もう私もね、何回もさ、マレーシアに来て結婚の披露宴に招待された経験があるけど、必ず1時間後に始まるよね。7時って書いてあるのにさ、8時に始まるよね。来るのも遅いよね。私たちの結婚式の時も、それを見越して早い時間に書いたんだよね。就是我是下午，然后12点开始，然後11点。で、結局早く来たのは日本人の出席者の方たちだけだった。しかも日本人の方たちってさ、招待状に書いてある時間の30分ぐらい前にもう来てるから、12点半就开始，其实我们也是刚刚到。もう2時間ぐらい待つだよね。申し訳なかったけどさ。そういう文化の違いを感じてびっくりしたね。で、2つ目なんですけど、これがね、またちょっと結婚のことに関係してる、また中華系の、ね、方たちの文化なんですけど、その披露宴に参加する出席者の人たちの服装がかなりカジュアル。そうだね。 T シャツとかいるよね。ねえ、ジーンズの人とかもいるじゃない。ジーンズとかアロハシャツ。いるよね。かなりカジュアルだよね。日本だとほらスーツでさ、女性も結構ドレスアップして演出する。ミキです。ミキ也是我要不要穿那个挺高的样子。然后我很少不需要，因为这边的天气也是蛮挺高，因为很多层。そうだね、暑いし、しかも目立つよね、かなりね。そう、私もさ、ほら呼ばれることもあったりとかして、結構ドレスアップしようとするとさ、パパにさ、いややめてやめて、ね、なんかそれは派手だからみたいな、目立つからやめてって言われるよね。かなりこうシンプルだね、日本に比べると。例えばさ、日本ではその出席者の方がこう毛皮のものであったりとか、革製品とかさ、
例えば花嫁さんのドレスと同じ色の白のものを着たりとかすることってこうマナー違反なんだけど、そのマレーシアの方たちのそういうルールみたいなのってあるの？也不会特别，就是大家都有这个默契，所以尽量不要抢，就是新的风格。ね、かなりそういう服装の違いっていうのにはね、毎回驚かされるね。はい、で次3番目なんですけど、マレーシアの持ち帰り容器とか持ち帰り袋が結構環境のことを考えられて作られているというのをね、最近知って私もびっくりしました。マレーシアってさ、結構持ち帰りの文化が発展しているので、ね、持ち帰りすることすごく多いんですけど、その度にね結構罪悪感を感じていて、なんか環境に良くないことしてるなみたいなさ、そういう気持ちが少なからずあったんですけど、でも違うんだよね、最近の容器とか、そうテクノロジーはねすごいみたいね。对，就是我们用的那个打包的那个盒子啊，它其实是埋在土地里面，差不多6个月的话，它会自动分解。然后我们用的那种纸袋，它其实是在太阳光照下它会自动分解，而且它是好像是用那种艺术树甘蔗的渣还是什么制造成。そのことについて少し前に私もツイッターでね、ちょっとシェアしたことがあったんですけど、意外にもね日本人の方からの反応が結構多くって、私が今までツイッターやってる中で一番反響大きかったんです。そうで、しかも日本に住んでいる日本人の方からもなんかマレーシアのさテクノロジーはすごいとか、日本人もねそういうところは見習うべきだみたいなそういう技術に関してね結構びっくりしていた日本人の方が多かったみたいです。相当意外的反应是蛮大的，可能对很多人来讲。で次は4番目なんですけど、映画館の字幕の多さにこれはね毎回びっくりさせられる。そう今ね日本の映画もマレーシアでね結構もういろんなものが見れるようになってるんですけど、日本の映画見に行くとさ、喋ってるものはもうオリジナルの日本語でも画面に出てる字幕が英語、マレー語、中国語、すごいよね。字幕でさ半分ぐらい埋まってるもん。そう半分。そうかなりこうスクリーンが忙しいよね。あとねこれはちょっと字幕とは違うけど、でも映画に関して、やっぱりさ日本人の笑うツボとマレーシア人の笑うツボ違うよね。銀魂見に行った時なんかちょっとそれを感じた。そう銀魂の時もさ字幕多かったよね。これはね映画を見に行くたびに感じるね、びっくりする。これはやっぱりマレーシア特有かな。そうだね。いやシンガポールの同じかな。ああシンガポールの。なるほどね。はい。じゃあ次5番目なんですけど、マレーシアにもすごいいい技術を持った可愛いネイルをね施してくれるネイルサロンがあるの。そうそれに私最近びっくりした。ほら気づいた。今日ね結婚記念日なので今回ちょっとねキラキラしたゴージャスな感じのネイルをしてきました。これはね今回チュラスにあるエーテルネイルスタジオっていうネイルサロンでやってもらったんですけど、今流行りのねマグネットネイル、マレーシアではマオイエ、キャットアイ、そういうネイルをねちょっと取り入れてもらって、可愛く仕上げてもらいました。やっぱりさ女性って結構流行りに精通しているというかさ、今のトレンドのものを取り入れたいっていう気持ちがやっぱりあると思うから、ネイルでもそうだと思うんだよね。そうだね。やっぱりスタンダードなものができる、スタンダードなものに対応してるっていうのはもちろんだけど、やっぱり今のさトレンドにこう精通していて、こうお願いした時にそれに対応できる技術を持ってるっていうのはねかなりそう重要だと思う。でこのねネイルサロンはローカルの、ね、方がやっているサロンなんですけど、やっぱりさこういう美的な感覚とかこういう注文ってやっぱりさ日本人の人は日本語で説明したかったりとかすると思うんですけど、なんとねこのネイルサロンのオーナーさんは日本語対応ができる。だからやっぱり注文の時にも日本語でねできるっていうのはね安心できるポイントだと思います。はい、それで今回なんですけど、なんとねこのカオリンマレーシアを見てくだ
ださっている方限定でエーテルネイルスタジオが特別なプロモーションをやっているそうです。はい、詳しいそのキャンペーンの内容は下の方にね書いています。あとは私の SNS の方でもお店の情報とかそのキャンペーンについて詳細とかいろいろシェアしているので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。はい、本当にね可愛いネイル、すごい気に入ってる。もう可愛い。足の方もねマッサージして角質ケアとかさ、ペディキュア、そうスパもやってもらったし、スパが終わった後のペディキュア、足のネイルもね綺麗にしてもらってさ、もう大満足本当に。はい、ということでね、今日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。